流れる USB LED テープ、怪盗電子さんで買いました。税込み1100円。いろんなこう流れるテープが、Amazon とかでありますけども、なかなかこの幅が狭くてちょうどいいのがないんですよね。でこれは幅がだいたい4ミリで、LED チップが1センチぐらいですかね。1センチぐらいずつ120個並んでいるみたいですね。そしてこれが長さが、1500、1.5 メーターありますね。でこれを探していました。なかなか、Amazon でも、なかなか流れませんよ、流れてるように見えないとか、光が強いとか弱いとか硬いとかすぐ壊れるとかっていろんな評価があってなかなか探したんですけども、とりあえず怪盗電子さんのこの、1100円の購入してみました。で今からこれを、つけて、使えるかどうか試してみたいと思います。これですね、まずここに、USB のコネクタですね。これは普通の、USB の電源ですね。こういった100均でも売ってる、これに、挿してですね、使います。でここにありますのが、調整するコントローラーです。ここに、カラー、スピードでモード、これが切り替えスイッチですね。これカラーは、これ、電球色なんですけれども、このカラーボタンでこの LED 電球をですね、 LED 素子を何個つけるかっていうのが選択できます。でこのスピードは、モード設定の時はモードのスピード線、流れるスピードを速くするか遅くするか、単色、何もモードをつかないで単についている、これが単色モード、っていうんですけども、その時はこのスピードスイッチで、その明るさを調整すると。でこのモードスイッチの時に流れる、ような LED の時にはこのスピードスイッチでその流れるスピードを調整すると。この3つのスイッチで調整するようになっています。このモードがですね、後でやりますけども、30種類ぐらいあるので自分が、求めているのを探すのに、ちょっと苦労しますね。次にこれが LED がついています。これはここにですね、ここに赤い点があるんですけども、この点のところで、切断することができると。テープを切って使うことができるということですね。ちょっと見にくいですけども、これ4センチ間隔ぐらいであるので4センチ間隔で、使うことができるみたいです。で今回は別にこの1500を丸めて使うので切りません。このようにして丸めて最後に使うので、切りません。この目的が電流が流れるような模型を作るっていうのが目的なので、最初にこうやって丸めて使います。長ければ切ればいいんですけども、じゃあこれを、実際にまずつなげてみます。はじめにこれ流れる設定を、はじめに、設定しておいたので、この端子をこの電源につければすぐ流れるテープになります。じゃあまずこれコンセントに挿してつけてみます。はい、じゃあこのように光が流れると。これを丸めて使うとこうなんとか
コイルに電流が流れているように見えるんじゃないかというのが目的です。ではこれのスピードを調整します。この真ん中のスピードボタンを押して、ここでゆっくりになりましたね。もう一回押すともっとゆっくりになって、これが段階が5段階ぐらいあるんですかね。はい、押しました。はい、押しました。押しました。もうこれは止まってるように見えるので、実際に欲しいのはまあこういう感じか、まあこう丸めた状態で使わないと最終的にわからないんですけども、ここでスピード調整ができると。でこの流れるモードですね、これを出すにはこのモードスイッチですよね。モードスイッチ、これで切り替えるんですけども、これがあまりにも多くてなかなか自分が思ったのが出てこないんですよね。でまずちょっと押してみますね。はい、1、こういう2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、変わってるのかな、15、16、17、18、19、20、ちょっとずつ変わってるんですよ、なんかね。21、22、23、24、25、26、27、28、これちょっと違うんですよね。28、29、30、これですね、30ぐらいですね。これで元に戻ったんですね。これ自分で選択して、あとはこうまたこのスピードスイッチですね。スピードスイッチで変えていくと、3、4、5、6、7、8、9、9もありましたね。でこれでまあ流れるような、電流が流れているような模型を作ろうと思います。で今ですね、じゃあこの設定したのを、このスイッチ、この真ん中スピードスイッチを長く押せば切れるんですけども、多分切ってますね。こう長押しで切れますよね。もう一回スイッチを入れると、こうスピードが変わっちゃうんですよね。ですからこれを変わらないようにしたい、電源オフでこの状態が変わらないしたいようにするには、まずこの欲しいモード、スピードですね。スピードに、したら、この電源を抜いてスイッチを切ると。そして再びこれをスイッチをオンにすると、最終的な、モードスピードのまま覚えてるので、これで復活するっていうことなんですけども、これで非常に使いづらい。でここの、スピードスイッチの長押しでオンオフですね、これがまたスピードが変わっちゃうので、これも使えない。そうするとこの USB の端子とこの間にこうスイッチをつけて、でオンオフすれば、すぐに、装置に組み込めるんじゃないかと思って、ここに、スイッチを入れてみます。はい、ではまず抜いて、ではよいしょ、これ、USB のこれ、5V なんですけれども、USB の電源つけても 5V なんですけども、5V のこの USB 端子で使ってるのは、当然ここにありますけども、この青、赤、緑、黒
とありますけども、電源は、この赤と黒ですよね。赤がプラスで、黒がマイナス、プラスの 5V でこれグラウンドですよね。これで電源を取ってるので、USB のこの端子の中を線を切ると、この赤と黒ので、電源を送ってるので、赤のところにスイッチをつければいいと思うので、そこを切って、スイッチをつけたいと思います。まずこれを全部切ってしまいます。カッターで細いですからね。分かんなくなる。そうですね。もうここにはもう赤と黒、電源のコードしか出てませんですね。ではこの赤プラスのところにスイッチを入れます。はい、ではスイッチをつけていきます。まずこういうスイッチですね。これオンオフするオンをトグルスイッチっていうんですけども、これをつけます。まずはここに挟んで、こっちがオンですからね。まずテスターで確認します。こっちがオンにした状態で同通なる方ですね。こうですね。こっち側。ここの両方の端子に線をつければこちら側でオンになると。こっちですね。もう印をつけます。分かんなくなるんでね、これ。ちょっと印をつけておきます。ではこれハンダゴテですね。ハンダゴテをハンダゴテでハンダですね。ヤニ入りの、1ミリのハンダです。これをここにつけていきます。見えないんでね。これぐらいハンダを盛ります。次に、線を切ります。こうですね。ここニッパで、これは、ケーブルストリップですけども、だいたい真ん中でこう切ります。ちょっと先をねじって、次にこれをしときますね。こういう感じですかね。これを、こういう感じですかね。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 こう
こうやってハンダが乗りましたんでつけていきます。これ収縮チューブを入れましょうかね。はい、収縮チューブです。収縮チューブを、端子の2倍ぐらいですね。こう2個切りますね。はい、こうやって収縮チューブをかぶせて、でハンダ付けします。はい、まあこっち収縮チューブが先に収縮しちゃったんでちょっとやり直しました。でまあこんな感じですかね。まあ、とりあえず後で、きれいにするということで、これでスイッチが USB コネクタスイッチでさっきのコントローラーに来るようにしますですね。じゃあこれをオフにしておいて、電源に、挿します。ではスイッチを入れてみます。スイッチオン。はい、このようにスイッチオフ、スイッチオン。これで流れるテープ、これが、電流が流れているような模型を作るのに使ってみようと思います。まあ、ここでこの電源をいちいちこの 100V に挿さなければいけない。これは今 5V ですけども、12V の電源で、例えば車なんか 12V の電源なんで 12V の電源を使って、ここに 5V を送れれば結構使いやすいので、まあ、次はそれを改造していこうと思います。次回は 12V の電源でここに接続したいと思います。